40歳、ようやく夢だったマイホームを手に入れた。白い外壁にまだ真新しい匂いのするリビング。小さな庭には子供たちの笑い声が響いていた。妻はキッチンに立ち、休日には庭でバーベキュー。近所から羨ましいですねと声をかけられるたびに胸を張った。けれど毎月の返済は12万円。ボーナス払いを前提にした計画だった。ニュースでは金利が上がるかもしれないと騒がれていたが、その時の私は笑って受け流していた。その笑いが後に凍りつくとは思いもしなかった。ある朝、上司に呼び出され、会議室のドアを開けた瞬間、世界が変わった。会社の経営悪化で君の部署は削減対象だ。耳鳴りがして言葉が遠のいていく。まさか自分がリストラされるなんて。ローンの返済、子供の学費、生活費、すべての数字が頭の中で崩れ落ちていった。震える手で銀行に相談に行った。応接室に現れた担当者は穏やかな声で言った。返済を一時的に軽くできるリスケの相談ができます。必要なら専門の窓口も一緒に考えましょう。その言葉に涙が溢れた。まだ助かるかもしれない。安心していたのはほんのつかの間だった。数週間後、ポストに差し込まれた一通の封筒。期限の利益喪失通知。つまり、もう分割払いは許さない。一括で払え。という最後通告だった。手が震えた。猶予があるはずじゃなかったのか。慌てて銀行に駆け込む。あの担当者は無表情でこう言った。審査部が承認しませんでした。申し訳ありません。申し訳ない。笑わせるな。家族を守れると信じた。あの言葉にすがった。それなのに、ただの事務処理で切り捨てられるのか。胸の奥から怒りがこみ上げた。夜遅く、妻の携帯に義父の名前。彼女は黙って実家に相談していた。もう娘と孫はこっちで引き取る。あんたとは暮らせない。頭が真っ白になった。家を守りたいと必死だったのに、守るべき家族が先に去っていく。それでも諦めきれず、任意売却を選んだ。これで解決できます。と言われたから。だが、現実は数字だけの世界だった。家は安く買い叩かれ、売却しても数百万円の借金が残った。何なんだ、この制度は。家も、家族も、未来も失って、それでもまだ金を取り立てるのか。胸の奥で、静かに憎しみが燃え上がった。弁護士にも相談した。個人再生なら、家を手放さずに済むかもしれません。胸が高鳴った。まだ、家族を取り戻せる。だが、条件に届かなかった。あなたの収入では、再生計画は立てられません。最後の希望が、崩れ落ちた。残された道は、自己破産。家は競売にかけられ、私は鍵を置いて出て行った。振り返ると、そこにあったはずの笑い声はもうない。ゼロになった通帳を見ながら、それでもまだ生きていけるのかとつぶやいた。けれど、法テラスの無料相談で、初めて知ったことがある。自己破産は、人生の終わりじゃない。新しい生活を始めるための制度でもあると。すべてを失ったと思ったその日、私は、小さな光を見つけたのかもしれない。彼のように、突然住宅ローンが払えなくなる人は少なくありません。そんな時に知っておきたい制度があります。1、任意売却。競売より高く売れることが多く、借金を減らせます。ただし売っても残ることが多いので要注意です。2、個人再生。住宅資金特別条項。借金を大きく減らしつつ、家を残せる制度です。ただし、安定した収入がないと利用できません。3、自己破産。借金をゼロにできる最後の手段です。家は失いますが、生活を立て直せます。税金や養育費は残ります。普通の仕事はできますが、一部の資格職は一時的に制限されます。
4、相談窓口。一人で悩まないでください。法テラス、無料法律相談、弁護士会の相談窓口、自治体の相談窓口。早めに相談すれば、家を残せる制度が使える場合もあります。家や財産を失っても、人生そのものは失われません。制度を知り、正しく使うことで、人は再び歩き出すことができます。